スメンバー今さら意外な一面クイズ。37枚目シングルの新体制となったこの機会にまだまだ知らない一面があるだろう4期5期生にベーシックな質問アンケートを実施。気になる回答をチェックしながら穴埋めクイズを出題し、みんなの新たな一面を発掘します。新選抜今さら意外な一面クイズ。まずは生まれ変わったらなりたいのは何？川崎、シンデレラ、一ノ瀬、与田さんちの猫、中西、炊飯器。もう意味が出てなかった。続いて座右の銘は何？遠藤、有言実行、一ノ瀬、こういう運命なんだ、弓木、毎回最後だよ。そしてここで問題。筒井の座右の銘はない。はい、問題は筒井ですけど、で生まれ変わったら何になりたい？一ノ瀬、余談地の猫。そうですね、なんか猫になりたいんじゃなくて、裕福な家の猫になりたい。余談飼ってる猫はいいもん食わしてるの？いいもん食わしてます。金持ち。猫さんって誰かのペットになるとこう食べられちゃう。食べられちゃう。手とかこう。余談がペット食う。食わねえの？可愛すぎると猫っていうね。こうやっちゃうじゃないですか。やっちゃうね。やっぱ美味しいご飯もあって、与田さんなら別に手とか食べられても大丈夫。食べられるってハムってやるぐらいでしょ。ハム。余談がこれだとほらペット食うみたいになってる。語弊が。これもう意味がわかんない。中西の。いや炊飯器に生まれ変わりたい。なりたくないだろ。なりたいってどういうこと？そのお米が炊ける匂いが好きなんですよ。じゃあお米炊く工場とかの横に住んだらいいね。本当はそうだよ。でも炊く工場なんてあるんですかね。確かいやこれみんなどう思う？炊く工場ってある？考えたこともなかったよ。でもあるよな。だって世の中にこんなにお米があるの。給食とかな。お米炊く工場。中西多分ある。あ、じゃあいいと思う。炊飯器になるよりは絶対いいよ。遠藤意外と有言実行こう秘めたそういうとこがあるんだね。いやなんか有言実行とか言ったのをちゃんと現実にできてる人はかっこいいなと思いを込めてこれにしました。こういう風になりたい。これ弓木のやつ意味がわからない。これは毎回ですね。最後だよ。そう、これなんですけど、皆さん知ってる遠藤さくらからの言葉なんですよ。遠藤さくらに相談した時にプライベートで、お仕事、このお仕事はこの先続けていくかも私もわからないし、もう乃木坂ですっぱり辞めるかもしれないし、この乃木坂工事中も毎回全然喋れねえよ。乃木坂工事中。なんか毎回最後だって思って悔いないように頑張ろうっていうのを。これが最後だよと、毎回最後だよと思ってやると。遠藤がそんなこと言ったの？言ってないけど、でもニュアンスそうだよね。遠藤がそのつもりでやってるとは思えない。いや私はまさかこんなに。解釈しちゃったから。遠藤はそんな長々喋る気がしないよ。遠藤が毎回最後だって思ってやってんのか。でもまあ当時すごく悩んでたから、なんかさらっと言ったなるほどね。ことが多分。お前は最後だよっつったんじゃない？違う痛烈。さあ問題いきます。お、なんだっけ？筒井の座右の銘。なんだ？お、梅いきますね。あなたの歩む人生は限界などない。そういうのだよな。ちょっと待って、なんで急にそれ言ったの？なんかそういうの好きだって。言い聞かせてそうだなっていう。おーい、違いますね。はい、いいよ、川崎。同じ日は二度と来ない。いいね。あ、いいですね。でも違います。これって何かの言葉？スポーツ選手の方が言った言葉です。あ、ヒントですね。スポーツ選手？はい。沖田弓木違うと思うけど。なんで？いけいけ、弓木いけ、大丈夫だよ。はい、弓木。舞い上がっちゃった人は未来はない。違う。お前最後だぞこれが。毎回最後だと思うよ。今最後でいいのかお前。何回言うんだお前。スポーツ、あるスポーツの何かをだからちょっとこう。そういう奥田行こう、奥田。大声は何も残らない。
お前何のスポーツの誰が言ったそれ。大声や。そんな嫌なこと言わないよ。黙っとけってこと？はい、誰かいないか。はい、いいよ、ゆみき。ボールは喋らない。お前これで終わっていいのか。どういうことだよ。なんだボールは喋らない。ボールは友達みたいなのあるけど。なんでボールは喋らない。違うかな。はい。はい、よき。宮迫は半端ない。宮迫って何？嘘、知らなくて。大迫だよね。なんで宮迫さんのよ。半端ないけど。宮迫さん。半端ないですね。大ヒントでお願いします。シュートって言葉が入ってます。サッカー。まあサッカーもあるし、いろいろあるね、シュートは。はい、梅。受けたシュートは拒まない。受けたシュートは拒まない。なんかあるよね、そういう語呂がいいな。なんで誰目線の話？誰目線なんだ。ゴールキーパーの話。何の話？そっち側なの。はい。シュートは打たなきゃ入らない。いいね。それだ。正解いきましょう。打たないシュートはまあこれはそうか。はい。だから打たなきゃダメだと。乃木坂入ったぐらいになんかネットで見て、あって思ってそこから結構大事にして。誰が言ったかとかはじゃあちょっとわかんないんだ。アイスホッケー選手ってだけ。アイスホッケーの選手でしたんだ。そうだね。だからやってみないとダメだと。当たって砕けろじゃないけど。はい、その精神を。だからここはちょっと与田サービスであれですかね。そうだね。方向ね。続いて今一番出てみたいテレビ番組は何？遠藤バナナマンのせっかくグルメ、伊予木バナナサンド、奥田ウォーキングのひむ太郎。全部出れるぞこれ。続いて欠かさず見ている動画番組は伊予木レインボーの YouTube、 レインボーね。カキ飯食べるでしょ。2時3時のゲーム配信、中西狩野英孝の栄光 GO、 井上ジップデイデイ。あ、ノンストップ見てねえんだ。全然あの時間見てないの。おい最悪っす。おい、井上何わざわざ喧嘩売ってんだろ。最悪っすよ。88。これからは8で。ここテレ東。どこ見るの？そしてここで問題。遠藤が欠かさず見ている動画はYouTube。一番出てみたいテレビ番組何？すごいね、ここもう忖度みたいになってます。レンズは忖度ですよ。奥田ウォーキングのひむ太郎。出た。あれこの3年間なかなか伝える機会がなかったんですけど、日村さんのこと大好きで。どういう意味？日村さんと一緒にお散歩したいなって思って。すぐに言っときます。すぐに言っときます。すぐに言います。問題いきます。よっしゃ。遠藤。はい、遠藤。何を見てるか、何々系 YouTube。いけます。日村君。ありがとうございます。暴露系 YouTuber。遠藤が意外とですよ。意外とそういう下水やつ好きみたいな。そういうのじゃないですか。ああ、違いますね。ありますか。山本。大食い系 YouTuber。ああ、やられた。大食い系。大食い系。はい、梅。心霊系 YouTuber。心霊系。はい、与田。破壊系 YouTuber。破壊系って何？壊すやつ。はい、中西。角栓取る系の YouTuber。気持ち悪いけど見ちゃうやつね。はい、じゃあ行きましょう。正解こちらです。大食い系。素晴らしい。大食い系。なんで知ってたのこれ？なんか言ってませんでしたっけ？前言ったのホラー系じゃなかった。大食い系の見ます。ホラー系も欠かさず見てるんですけど、毎日欠かさずってなると大食い系を見てて、なんかとにかくひたすら美味しいのを食べてる人をもう無言で見てます。続いて別に誰にも言ったことない特技は筒井、マッサージ、林、いつでも足の裏をつれる伊予木、目がめっちゃいい井上、タイピング。続いて
日村さんと勝負してこれなら勝てると思うことは何？一ノ瀬早口褒め合い対決。中西体の硬さ。これ俺硬いわ。別に誰にも言ったことのない特技、それがマッサージ。そうなんだ。うまいんだ。肩もみめっちゃうまくて、なんでよく両親のはやってました。いい子だね。林いつでも足の裏つれる。今もいい子供やけんの？できます。私足の親指が長くて、足の親指がこうだとするとこういう風にして釣りました。マジ？はい、こうやった方がいい。でも釣ったまま我慢も全然結構慣れてるからできるんです。この状態で痛いけど耐えるみたいな感じ。なんでこの時戻した方がいい。戻した方がいい。よく目がいいの。はい、ずっと AA です。A とかな。1.5 とか 2.0 とかじゃないの今？ずっとでも 2.0 です。裸眼で。いやいいね。日村さんはだってね、フルーツパフェの底が見えないんだから。パフェの底見えない。だから何食ってるか分かんない。この距離がやばいんだ。とっくにないのにずっとなんか閉じってんだよ。タイピング飛ぶの？ね。中学の時に高校受験が嫌で、でもゲームを大々的に受験中にするってなんか悪いことじゃないですか。タイプを打つやつのゲームやってたの？それタイピング北斗拳のやつとか。そうです。言葉打つとバーンってやるやつ。そうです。あったよね、ああいうの。じゃあもちろんブラインドタッチで。そうですね。おい、すげえな。さあそして日村さんと勝負してこれなら勝てるで。なんだっけ？早口の褒め合いとか一ノ瀬。はい、誰かこう一人いてもらってどっちが満足のいく褒めができるかだったら。というわけで10秒以内にどれだけ褒められるか対決。どっちが梅沢をたくさん効果的に褒められたかメンバーが判定。よし。すぐ行くよ、日村さんも。俺が高校？行くよ。じゃあ10秒測ってね。用意スタート。まずこのビジュアルが可愛いんです。本当に眉毛もいつも整ってますし、あとすげが見えない。もうすっぴんなんて見たことあります。爪もいつも綺麗で、ネイルも本当ちゃんとやられてますし、モデル業になると急に顔つきも変わりますし、あと本当にはい終了。なるほど。が綺麗ですよね。あ、もうまだすぐ来るって用意スタートって言うよ。用意スタートって言うよ。なるほどね。早くいっぱい言うってことね。みんな覚えたよね。日村さんもあのぐらいでいかないと。結構早かったね。もう行き出してたから。始めてたよ俺。なんつったっけよ。いくよ。10秒だよ。はい。用意スタート。なんて素敵なお肌なんでしょう。宮本健志。唇も素敵。なんて言っても人間性が素晴らしい。憧れるあなた。はい終了。一ノ瀬は容姿とかね、いろいろと言ってたね。何つってたかちょっともう覚えてない。最後は3回あなたになりたい。あなたになりたい。日村さん。はい。3回あなたになりたいっつってるんですよ。じゃあみんな拍手で一ノ瀬の方が良かったと思う人。はい、日村さんが良かったと思う人。なんで？こんなに？こんな差つく。こんなに悪いわね。日村さんがあなたになりたいって言ってなりたいっつってんだよ。続いてこれをされたら切れることは遠藤、ない、カキ、友達の悪口を言われ、林、ぬいぐるみをいじめたら芝生、池田、前後に立たれる。続いて人生で一番ひどかった喧嘩はどういう状況？奥田、お姉ちゃんのポテチを食べようとしててまだ食べてなくて、でも食べただろって言われて靴を投げられた。カッキー、弟とも友達ともあまり喧嘩したことがない。川崎、人と喧嘩をしたことがない。中西、弟と WeFit のバランスボードをめぐって取っ組み合いの喧嘩。そしてここで問題。林の人生で一番ひどい喧嘩は親と喧嘩をしてもう噛みちまった。マジで怖いですね。さあ問題はねちょっと置いときまして振り返り。林はぬいぐるみ
あれぬいぐるみもそうです。友達全般。じゃああれこうなんかガソリンかけられて火つけられて投げられてもう最悪。怒り散らかすと思います。怒り散らかす。なんかビャーって裂かれて中出されてその中に麻婆豆腐詰められてそんでバーッと投げられて投げちゃう最後何でも投げちゃうせっかく麻婆詰めたのにせっかくじゃねえか何食おうとしてるせっかく詰めたの投げちゃうおい食わせろよ手だの何なんだよこれ前後に立たれるゴルゴ13じゃないんだから前後に立たれることあるだろうよ主に後ろですねやっぱり後ろ嫌なんだあと携帯とか触ってる時にやっぱり覗き込まれる位置にいられると本当にもう触れなくなるここでやればいいじゃん最近もう360度視界ブロックみたいなフィルターを買ってそしたらなんか自分でも本当にこうしないと見れなくなっちゃう360度なんてあった後ろいらなくね本末転倒だなこれやべえ私も見えないっていう180度でいいよなバカ360度こうやって見れなくなるのが180度でこれもできるようにしたんですよなるほどなるほどさあ人生で一番ひどかった喧嘩奥田とか喧嘩すんだなはいポテチをなんか半分開いてて開いてるやつねそれで食べようと思いながらこう置いてて YouTube を見てたんですよそしたら帰ってきたお姉ちゃんに「それ食べたでしょ?」って言われて「いやまだ食べてないよ」って言って「いや絶対食べたでしょ?」って言ってそっか開いてるからかそうですそれでなんか近くにあった靴投げられてお姉ちゃん激しいのその時だけです柿と川崎も喧嘩したことないってあんまないんだねそうですねお菓子食べてないも名前書いてあったらこれ誰のって聞いて弟のってやったらじゃあいいやみたいななるほどちゃんと食べないんだ中西の弟とこれ WeFit って今あるのかわかんないんですけどフィットネス系のやつゲームがあってその順番をめぐって弟が当時も少林寺拳法をやってたんですよかわいいな私がもう5歳ぐらい離れてるんですけど5年生11ぐらいの時ですかね弟が多分5歳とかそれで最高だその頃の5歳ってすげえ差だそれどっちが勝ったか覚えてるいや弟ですやられたのどうやって負けんのなんか結果としてはなんかバランスボードで弟汚ねえな何のためで少林寺なんですかバランスボードでやられたで殴られてそうすごいな弟さあ問題いきます林ですね人生で一番ひどかった喧嘩親と喧嘩しましたほにゃららを噛みちぎったかなりいいですね前のめりに梅ささくれやだ自分でクソでビーはいよだ服のここ噛みちぎった洋服まあね書いたから赤木ぬいぐるみぬいぐるみ命より大事もうついにはい久保ソファ悔しくてねって今んとこ一番近いですね奥田壁悔しくて壁を噛みちぎる陽気タイヤ車の自転車とか自転車とかのなかなかタイヤ噛みちぎるって相当ですけどねはい筒井絨毯10はい池田靴下指ごといや怖えな怖えな家の中にあるもの結構出てますけどまだ出てないものありますよそう正解出てないんだカーテンカーテンエドコンセントはい池田はい冷蔵庫の中に野菜一口ずつかじった大根こんな野郎でかわいいねさあ正解いきましょう出てるのかないいですねカーテン
噛みちぎったの話。はい。どういうこと？カーテンだから噛みちぎれんの？噛みちぎれるんですよ。てかその噛みちぎったのがこの14の冬だっただけで、その噛みつくっていうのは今までもあって、この時本当に今までで一番爆発してついに噛みちぎって。布が切れた。あ、そうです。上から取れたんじゃなくて。穴が開いてビリビリにマジなりました。嘘。みたいな感じで破けちゃって。しばらくじゃあカーテンそのまんま？しばらくっていうか引っ越すまでずっとそのままで、もう垂れてるもんだからその窓の結露とか吸っちゃうんです。だからなんかカビとか生えてきちゃって、でももうなんかそれも私の中で結構思い出だったのでそのまま変えずに。なんで思い出だったので。続いて小学生の頃のあだ名は何？一ノ瀬、セミ、井上、うなぎ、池田、ネズミ、中西、まんじゅう。続いて日村さんにあえて一番ひどいあだ名をつけるとしたら何？遠藤、デブ野郎、神奈川、キノコ入り豚汁、筒井、ドロドロガヤ、林、ゲボガヤ、一ノ瀬、大判焼き、カキ、はだけ美人、川崎、毒キノコ。そしてここで問題。中西が日村さんにあえて一番ひどいあだ名をつけるとしたら名人。名人ですけどね。まあ振り返りましょう。まずはね、こういうのもありますので最後ね。まあおふざけで。頼むよ。切れそうでしたよ。日村さんにあえて一番ひどいあだ名をつけてるとしたら、これ日村さんあえてみんなつけたからね。本当？そう。まあ遠藤がいきなりデブ野郎っつってるね。そう。いきなり速いなんか強いのが来てるね。林なんかゲボガエルっつってる。ゲのカエルだな。やっぱそこに来て一ノ瀬大判焼きって。急にゲボガエルの後に大判焼き。さあここからですよ。問題。中西があえてね、日村さんにひどいあだ名をつけるとしたら名人がついてるんですよ。でもね、でも悪口ですからね。さあ行こう。よし。いきなり自分で。はい、行こう日村さん。食事名人。もっとスッて言え。早くやってくれよそっちで。食事名人。はい、梅。ヘドロ名人。始まってきたな。豚。ああ、豚名人。そうそう。でもそういうやつですよ。始まったな。そういう系ですよ。はい。豚汁名人。豚汁名人。すげえな。はい、夢木。無理かも。排水溝？ひどいな。排水溝名人って排水溝名人ってなんか商品名みたいじゃん。でも今のところは近いのあんの？なんか豚汁とか豚とかそっち系なのかな。豚系だ。ちょいひねり。角煮名人。角煮名人でもそう。おい角煮。梅。トントロ？トントロ。いい豚だ。トントロ名人ってなんかいいね。お、トントロ名人がやってきたぞ。なんかそういう感じかな。ひねってんだよ。そんなのだ。ちょっとおしゃれです。おしゃれです。豚の丸焼き名人。おしゃれなの。どこがおしゃれなの？もうないですか。小川。泥団子。豚だよ。豚やれよ。豚だよルールは豚だよ。なんで泥団子？泥団子名人ってただ泥団子作る。豚絡ましてこいよ。ツルツルのやつ作る。肉団子みたいな。さあ正解いきましょう。こちらあったかな。トリュフ探し名人。なるほど。トリュフって豚が探すんですね。ますから中西ちょっとおしゃれめな。まあ本当おしゃれだ。まあだから豚は豚なんですけど。トリュフの豚ね。トリュフ豚ね。はい、残念。これは正解者なしということです。ということは点数的には裏と岩本だ。じゃんけん。勝った方がみんなのこと知ってる女王です。最初はグー。
じゃんけんぽい。山本優勝。みんなのこと知ってる女王です。乃木坂46 5期生の小川彩です。最近このアイドル前髪にハマってまして、最近いっぱいやってます。あとは耳かけをずっとしてたんですけど、耳かけしないのにもハマってます。今後どんな髪型をするかお楽しみください。チャンネル登録お願いします。